もう反対派になりそうだなって人をどんどん、殺していって、で結果さっき言ったように700万人のうち200万人の方をね虐殺するっていうことがたった40年前にこのカンボジアで行われてたっていうことが衝撃的すぎるよね。改めましておさわです。今日はこのカンボジアの歴史を学ぼうということでトゥールスレン虐殺博物館というところに来てます。その名の通りね、この場所は約40年前に実際に虐殺を行われた場所が今博物館として、見れるようになっている場所に来てます。で今回の動画は、結構ねショッキングな内容も、含まれていると思うので、そういうのがちょっと苦手だよっていう方は今回の動画はねちょっと見ないようにしていただければと思います。でちょっとね調べてたところオーディオをつけてねその日本語で案内をしてくれるっていうことだったんだけど、今はそれをやってないということでちょっとねあんまり下調べが薄いまんま来ちゃったんだけど、一応英語でなんか説明が各所にあるから、それをね見ながらちょっと案内できたらなというふうに思います。じゃあね早速見ていきたいと思います。こんな感じでね何の変哲もない場所のように見えるんだけど、ここはね昔小学校として使われてたんだけど、そこをね虐殺とか拷問をするような場所に変わって、それがね今もこんな形で残ってます。でここは今も残ってるので、これ有刺鉄線が張られてて、この小学校を囲むようにねぐるっと有刺鉄線が張られてます。多分もう逃げられないようにしてるんだと思うんですけど、で実際40年前だからね、そんな大昔でもないし、そのポル・ポトっていう人が政権を握った時に行った虐殺が、展示されている場所になるので、一個ずつね見ていきたいと思います。はい、でねここが虐殺がねメインで行われた塔になるみたいです。で普通の小学校だったから形上は小学校の校舎みたいな形で、このね一つ一つの教室で虐殺が行われたみたいです。でその使われた器具であったりとかそういったものがね今も残ってます。でこのね上多分通気口にもともとなってたと思うんだけど、ここはね閉ざされてるみたいで、これはその虐殺した時の声が外に漏れないようにってことでもう塞いじゃってるみたい。そんな感じのもう教室が続いてるね。はい、これがね部屋の様子になるんだけど、各教室部屋がこんな雰囲気になってます。で真ん中にあるのがここ拷問されたベッドみたいで、拷問された器具が置いてあったり、これはね排泄物を入れる箱みたいです。で当時の様子なんかはちょっとねあれなんですけどで残ってたりしてます。だいぶショッキングな場所だな。はい、今見てきたのがこの A 棟と言われる場所で、そこを出てくるとねここでちょっと拷問をされてたっていう場所が展示されてるんだけど、こんな感じでねこう後ろはロープで縛られて、でこの上はもう逆さに吊るされる場所として使われてたみたいです。でもちろんね逆さにしてれば意識も飛んじゃうから、飛ぶたびにこの下にある壺の中に水とか、あとねひどいんだけど排泄物とかちょっと汚い水入ってるところに顔をつけて意識を戻させてっていうのを繰り返す、そういった拷問の場所だったみたいです。ここにねちょっと書かれてるんだけど、ちょっと絵を見るだけでも結構えぐいです。でこのねこう拷問されてる横には普通にこういった鉄棒があるから、やっぱり小学校だったんだろうなっていうふうに思うんだけどね。校舎も普通に見たら普通の校舎なんだけど、でさっき見たのがその A 棟と言われるところで、こっちはね B 棟になるんだけど、ここの1階部分にはここにね収容された人たちの写真が実際に飾られていて、ちょっとねこの先はね撮影ができなかったんですけど、で実際そのポル・ポトっていう人の写真も飾られてたりとか、その虐殺とか拷問とかした側の人の写真とされた側の人の写真っていうのがずらっと並んでる場所になります。いやちょっとね衝撃的すぎるな、信じられん。このポル・ポト政権で虐殺があったっていうことはうっすらね知ってはいたんだけど、これだけの
大規模で行われてたっていうのも知らなかったし、当時の人口700万人のうち200万人、約3分の1の方が虐殺をされたみたいなので、そのポル・ポトっていう人が掲げた政策があって、でその病院とか学校とか通貨っていうのももう全部なんかなくして、恋愛もね、なんか恋愛もさせないっていうような、なんかよくわからない政策を取って、でそれに反対する人を処刑していったっていう、もうよくわかんないよね。でもっとえげつないのは、その反対派になりうる人っていうのも処刑していったんだって。でそれがエスカレートしていった先には、そのただ眼鏡をつけてるだけでもその虐殺をされるっていう、もう本当に今考えたらっていうか、当時もだけど頭おかしいよね。そういう感じだから、もう反対派になりそうだなって人をどんどん、殺していって、で結果さっき言ったように700万人のうち200万人の方をね虐殺するっていうことが、たった40年前にこのカンボジアで行われてたっていうことが衝撃的すぎるよね。でその場所が普通の小学校だもんね。その場所の一つなんだけどさ、すげえわ。でここは、収容されていた場所、閉じ込められていた場所になるみたいで、もうさ、外に出れないようにもう有刺鉄線が上までぎっしりと引かれてます。この中にいた人たちっていうのはもう首輪もつけられてたから、本当動物みたいに扱われてたっていう風に言われてます。はい、ここは B 棟と言われるところの収容されてた独房の1階の部分になります。はい、てかこれ普通に黒板じゃん。普通に授業とか行われる、そうだよね、小学校だった場所だったところにこういった形で独房みたいな感じになってます。簡易的だけどね。1畳2畳ぐらいの、大して大きくもないけど、こういったのがたくさんあります。でここ壁が壊されてて向こうも行けるんだけど、こういうレンガでちょっと作られた簡単なやつがたくさんあるね。すごく簡易的だからさ、バッて逃げれそうって思うけど、でも外は有刺鉄線があって逃げられないもんね。2階はねまたちょっと違ってて、こんな感じで、なんか1階よりはしっかりと作られてる感じかな。ドアもついてて、一個一個こういう、広くはないんだけど、こういった部屋がずらっと並んでます。ドア付きのね。で閉めるとこんな感じで、ここしか開いてないような状態。それがさ、ここもうずっと全部だもん。こっちからこっちまで。はい、ここはね D 棟っていうところにあって、ちょっとねここは撮影が禁止なので撮れなかったんですけど、ここはどのように、虐殺をされ、どのように拷問されっていうのが生々しく結構ね残ってて、あとは亡くなった方の頭蓋骨とかもあったりとかして、ちょっとねショッキングすぎるわ。今回はねちょっと今までと違ったような動画を撮ってみて、でカンボジアの歴史を学ぶっていう形で、たった40年前の話だけどこういったことがあったっていう事実を知れたのは良かったのと、あとはさ、やっぱりその虐殺してる側もやっぱ人間なわけで、僕からするとよくそんなことができるなっていうふうに思うけど、でも同じ人間だからさ、そっちはそっちの正義みたいのもあるわけで、なんかそういうことは考えさせられるなっていうのはすごく感じた場所でした。でもこういうことはあってはいけないなっていうふうに思うしね。なんかすげえ疲れた。今回は負の遺産だったけど、こういうこともねやっぱりせっかく海外を回ってるんだったら、しっかり自分の目で見て、体験して、でこれをね感じたことを伝えていくっていうこともしていきたいなっていうふうに思いました。今回はそんなにね楽しい動画ではなかったけど、何か一つでもねためになったとかお役に立ってたのであれば、ぜひね高評価とチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。引き続きカンボジアは楽しみたいと思います。じゃあ今日はこちらで終わらせてもらいます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。